ここが今開発がポシャっちゃってる中野サンプラザですね。そうですね。今中野区が進めようとしている計画としては、区議会に出されているものでね、図案としてはこっちの駅から今アトレ作ってますけど、そこに新しい駅の出口、駅が作ってるわけですけど、そこにから出てすぐに高いタワマンドーン1個目ダーンと建てて、そこからちょっと間を空けてこのサンプラザのところの敷地も使ってもう1棟ドーンと建てようとしていると、そういう状態ですね。区役所のところは7000人のホールにしようとしている。そこの今壊している低層棟の区役所の旧区役所の低層棟の方はロータリーになる、そういう計画を進めていこうっていう形で区は考えてる。まず旧区役所壊してサンプラザを壊してという予定なんですけれども、区民のみんなが心配してるのはここの欅の並木も全部切っちゃうっていうことを心配していて、夏とかがものすごい暑いので、こういう日陰になるようなところがなくなるっていうのはどうなっちゃうのかなと思ってます。シンボル的な中野サンプラザの工事がずっとストップしているのはなぜなんでしょうかね。施工予定者が都と国に認可申請を出したんですけども、その後に建築会社が900億事業費が増大すると必要になると、そういうことを言われて施工認可を取り下げたと、それで止まってます。当初予定の金額よりも900億円高くなるという見積もりが出し直されたわけですか。そうですね。この物価高騰とかそういうことが影響したっていうことなんですかね。区はそういうふうに言ってますね。もともと最初はいくらだったんですか。1800億ですね。その後に2600とかどんどん上がっていって、今の予定では3800億かかると言われてます。2000億ぐらいアップしちゃったってことですよ。これが2倍以上だね。どれぐらいの期間でのことなんでしょう。これはだから2021年にその今の施工予定者に決まってからですから、今までの期間ですね。施工の予定者っていうのはどちらでしょう。具体的な企業名を出せば野村不動産を代表とするグループです。再開発をするための施工予定者で、中野区はこの金額で合意をするんでしょうか。施工予定者側が3800億になったのではできないと言い出したわけですから、今のところ協議をしているっていうふうに中野区は言ってます。900億増える3800億になるという時に施工認可を取り下げたわけですね。それが大きな話題になった。施工認可をね、いろいろ計画して出した後に施工予定者の中の清水建設が900億建築費が増大する。そしてその増大するってなると施工予定者の野村不動産をできないという話があって、施工認可を取り下げたわけですね。それを取り下げるっていうのは今までなかったような異常事態だというふうに報道もされてますけど、そういうことです。一度認可されたものを取り下げるということは今までなかったってことですね。異常事態ないですね。橋本さんは今までどのような活動をこの区の中でされてきたんでしょうか。中野区在住で中野の街づくり、中野の街おこし、商店街の盛り上げとかですね、そういうことをやってきました。つけ麺マップを作ったり東中野マップを作ったり一緒にやってきた仲間ですね。もともと区の職員さんですから、酒井区長は。表に出てる区長会見、区議会の話を聞くと、今野村不動産が出してきているサンプラザを壊してツインタワマンにする計画をそのまま進めたいと思ってらっしゃるようです。区法にもね、その図案載せてないんで知らないでしょ。もともと区長は当選するとき、選挙の時はどのような公約だったんでしょう。サンプラザを守ると、サンプラザをそのままにする、凍結するっていうことで言われたけど、僕らはサンプラザを残すということを主張されたと思ってます。前田中区長がサンプラザを壊して再開発するってことを言ってたので、受かるために言ったんですね。当選をしてもう最初から酒井区長自体は再開発進めるつもりでいましたから。でも公約ではサンプラザは残しますというお約束だったんですよね。区民にはたった3ヶ月、立ち止まって考えましたと。たった3ヶ月なんですよ。残すって言ってたものが、やっぱりこの再開発は進めなきゃいけないっていうふうに言ったの、その期間たった3ヶ月。みんなこれは疑問に思ってる人はいると思いますよ。その再開発を進めなきゃいけないっていうふうに区長が思い直した理由っていうのは示されたんですかね。僕からすると内部知ってるっていうか、そうだと思い直したっていうには思わないんだけど、サンプラザの老朽化とか、例えば中野駅からの接続とかね、いろんなことを考慮したとは言ってましたね。サンプラザの土地が区民のものなのに再開発で不動産屋さんのものに
なってしまうっていうのが、そういう計画なんだっていうのが最初に疑問に思った点です。最初 Facebook のグループで中野不安というのができて、美味しい食べ物のこととか近所にこういういいところができたよっていうことをみんなが投稿をどんどんするようになってすごく盛り上がってて、その中に酒井区長もいて、全員もう酒井さんが区長になる時すごく喜んで、たくさんの人が応援したと思います。YouTube にも残ってますけど、サンプラザを守るっていうことをはっきりおっしゃってくれたので、やっぱりなんか中野不安からの酒井さんだなって思って、本当にみんな喜んでいて、私もちろん酒井さんだって、うちの母にも酒井さんに入れてねって言いましたし、そういう経緯があって、サンプラザを守るって言ってくれてるなと思ったら、3ヶ月後ぐらいにもうあれは議会が承認しなかったとか、議会は覆せませんでしたっていうことをおっしゃって、守られなくなっちゃったんですね。公約が守られなかった。公約が守られなかったということで、ただお人柄が感じのいい方なので、あと実行力もありそうな方に私たちは感じてたので、何かこう変えてくれるかなとか、レガシーを守るとかおっしゃってくれてたので、ずっと期待はしてて、で最近になってこの頓挫状況なのでまた疑問を持って、で中野不安っていうそのフェイスブックグループになんでこれ頓挫してるんだろうとか書くと全部消されるようになっちゃったんです。もともと中野不安っていうフェイスブックグループがありまして、お店の話とかで盛り上がってたんですけれども、サンプラザのことどうなってるかなとかいう話が出ると消されちゃうようになりまして、最近、特に。それは管理人の人が消しているってことですよね。そうだと思います。はい、今どなたがやられてるんですか？中野区議会議員の大沢さんと、もう一人ビール大学の方と、一番最初に立ち上げの時には中野区の職員だった今の現区長の酒井さんがいらっしゃいました。区民の方とか、あと中野が大好きな方のグループだと思うんですけれども、皆さんがそうやって疑問に思うことをね、その場で語り合うっていうのは今タブーとなっちゃってるんですかね？そうでしょうね。もともと政治的なことはやめてねっていうのは快速みたいなのに書いてあるんですけれども、これはどうなってんのかなみたいな話で、みんなそう思ってたっていう意見がいろいろ対話ができてくると消されるっていうことが、ここのとこは極端に増えましたね。で、皆さんはどういう対策を今取られてるんでしょうか？どうなってんのかな、これからはどういうのがいいのかなって話したいので、新中野不安っていうのを変だなと思うことは書き込んでいいよっていうことで作ったんですけれども、新たに新中野不安というグループを作られたということです。そうですそうです。中野不安から最初管理人だった酒井さんが区長になった時は本当にみんな俺たちの酒井さんだみたいな形ですごい喜んでましたし、酒井さんが当選すれば中野サンプラザは守ってくれると思っていたので、ずっと応援しておりました。実際区長に当選された後にそのお考えが変わってしまった3ヶ月後ぐらいにサンプラザを取り壊しはもう議会で決まってるから、僕ではひっくり返せませんでしたみたいなことをお話しされてたと思います。区長のその公約が覆されちゃったっていうことです。詭弁って言ったら変な言葉になりますけれども、サンプラザの DNA が入ってる建物だからっていうことで、DNA とかレガシーがある建物を建てるからっていうことで、区民の人たちはそうか、もう決まってしまってるからしょうがないんだなと思ってるんだと思うんですけれども、よくよくその内容を見たら住居部分がほとんどで60階建てのタワーマンションの案になってて、しかもその建設費とかで区民の土地のサンプラザの土地が売却されちゃうってことが入っていたので、あれというところですね。建設費用が莫大に倍近くになるっていうことになって、一度白紙に戻ったというお話ではないんでしょうか？もともと1810億円がどんどん上がって、それで2639億円になりまして、その時点でももう無理なんだけれども、野村不動産が小池百合子のところに事業認可申請を届けました。だけどまたどんどん高騰するから、やっぱりちょっと無理だと思って、事業認可申請を野村不動産が取り下げました。
そういうところで、事業が止まってしまったということです。取り下げたので、何も解体することも、進めることもどっちもできない。できなくなっちゃったっていうのが今の状態です。で、そのできない間も固定資産税だとか経費が発生しているっていう。進められれば、もう取り壊すから、お金がかからなくなるし、再開発のお金の方で回してくれるんですけど、今、再開発のお金も使えないという状態で、中野区役所が区民の税金で全部支払わなきゃいけないという状態になっております。ただし中野サンプラザの固定資産税は中野区は払ってません。まちづくり21というサンプラザを持っている事業者が支払っています。今後はどのようになる見込みなんでしょうかね。中野区役所がうちでやっていることは固定資産税がかかってしまうので、それをなんとかゼロにするために、所有者であるまちづくり中野21が中野区に中野サンプラザを寄付する。中野区のものになれば固定資産税はゼロになります。この手続きをしてくれていると思っております。ツインタワマン建てて、ものすごい圧迫感のあるものがいきなり駅前にできると。ビル風がすごい、環境がすごい、影がすごく多くなる。晴海フラッグでもいろいろ問題になってますけど、投資目的だけで済まないとか、固定資産税払わないとか、いろいろありますよね。管理費払わないとか。でそういうのが住宅だけのものがボンと立って、そこに公的なものが少し入ってたところでちゃんと行くと限らない状況は今も出てきているのに、未来はもうどんどんそうなってくるだろうと。あと7000人ホールも収益を考えた時にもどうなるか分からない。それを建てちゃったら、区民の財産であるサンプラザの土地を売り払って建てちゃったら、もうやり放題なわけですよ。でやり放題で終わって、最後じゃあそこに駅前に廃墟が残ったりどうにもならない施設が残って誰がケツくんだったら中野区民が吹かなきゃいけなくなっちゃうという未来があるんで、もうここで立ち止まるべきだと考え直せと、そう思って、負の遺産を残して損害を与えるってことを天秤にかけたら、サンプラザをそのまま使った方が僕はいいと思います。でやっぱり修繕にかかるお金のね、調べも100億と言われてますけど、何年か前は32億だったりしたんで、そういうのもしっかり調べて、計画を立てる必要があるだろう。でお金の出動はそれ税金になるかもしれないけれども、例えば全国のねサンプラザファン中野区民にクラウドファンディングをしたっていうわけだし、そういうお金も集められるかもしれない。それで逆にその出動するのが例えば100億でそれができるとしたら、今ツインタワマンをね作って、それで損害が出ていく方が僕は大きいと思うんで、それは損だと思います。タワーマンションを建てたら経費の部分は野村さんが全部負担するので、その方がいいんじゃないかという区民の声もありましたが、僕らの税金である補助金が使われるわけです。投入されるわけですね。それとあと令和7年度予算にも再開発の補助とか、今までもお金はかけてきてるわけだから、そういうふうに予算にも僕らの税金が使われるっていうことがあるわけですよ。どちらにしても税金は使われる。使われます。とにかく声を上げてほしいと。新中野ファンの Facebook グループに参加して意見を投稿してもらうとか、都に向けて国に向けても署名活動をやろうと思ってます。ネット署名。あとはもう区法にも書いてありますけども、疑問があったり区に直接話を聞いてもいい、電話してもいいわけです。どんどん声を上げて反対の声を上げていきたいと、しっかりしてくれと、そういう話をしたいと思ってます。その新中野の Facebook グループは中野区在住在勤以外の人でも入ることはできるんですね。大丈夫です、はい、やっぱりサンプラザ中野の象徴であるということです。皆さんが全国の皆さんが注目している、これは再開発、駅前再開発が今までの通りではできないっていうことの象徴ですから、皆さんそう思ってると思いますよ。決まってしまっていることなのでと思っている方が多いと思うんですが、 そうですね、そこら辺はまだ決まっていないということで、決まってないし、その決まった方向に行った方が間違いなく将来的に損害が大きくなるから、ここで立ち止まって新しい形の再開発、新しい形の未来を作るために考え直すべきだと思ってます。本日は貴重な話ありがとうございました。ありがとうございました。